天下統一を目前にした男はなぜ最も信頼した家臣に討たれたのか。織田信長、うつけと現れた少年はいかにして時代を変え、そして何につまずいたのか。このチャンネルは温故知新、歴史を今を生きるための学びに変えてお届けします。信長の49年の生涯から私たちが持ち帰れる知恵を一緒に探していきましょう。尾張の小高に生まれた信長。若い頃の彼は奇抜な着物で街を歩き回り、人々に尾張の大うつけと現れていました。父の葬儀では位牌に真っ向を投げつけたとも伝えられ、彼を育てた家老平手正秀はその振る舞いを諌めるため自ら命を絶ったといいます。しかしうつけと呼ばれた男の目は誰も見たことのない未来を見据えていました。1560年、駿河の大大名今川義元が2万5,000とも言われる大軍で尾張へ攻め込みます。対する信長の兵はわずか数千、人間50年、下天の内をひぶれば無限のごとくなり、出陣の前、信長は敦盛を待ったと伝えられます。清洲城を飛び出した信長は森からの豪雨に紛れて桶狭間で休息する今川本陣に奇襲をかけ、混乱の中ついに今川義元を討ち取ったのです。この番狂わせが信長を一躍時代の主役へと押し上げました。次に信長が狙ったのは隣国美濃マムシと恐れられた斎藤道三の孫辰興との戦いです。信長は木下藤吉郎、後の豊臣秀吉らを用い、ついに稲葉山城を攻め落とします。信長はこの地を岐阜と改め、天下布武、武の力で天下を治めるという印を使い始めました。天下統一への明確な意思表示でした。1568年、信長は後の室町幕府15代将軍足利義昭を奉じて京へ上洛します。畿内を瞬く間に制圧し、天下の中心を手中に収めました。しかしやがて実権を握る信長と名ばかりの将軍にされた義昭は対立。信長は義昭を京から追放し、室町幕府はここに滅びます。ここで一度立ち止まって振り返りましょう。うつけと現れても信長は世間の物差しではなく自分の目で価値を判断しました。桶狭間では勝ち目のない正面対決を避け、勝てる一点に力を集中しました。そして天下布武、大きな目標を旗印として掲げたからこそ人も力も集まったのです。あなたの周りにある常識は本当に正しいでしょうか。信長の強さは戦だけではありませんでした。彼は関所を撤廃し、楽一楽座で商いを自由にします。身分や既得権に縛られた古い経済を壊し、人と物が自由に動く仕組みを作ったのです。堺や京の富を抑え、南蛮貿易にも積極的でした。経済を制する者が天下を制する。信長はそれを誰よりも早く見抜いていました。急拡大する信長に周囲は次々と牙を向きます。武田、浅井、朝倉、毛利、そして各地の一向一揆、いわゆる信長包囲網です。中でも信長を苦しめたのが宗教勢力でした。信長は敵に味方した比叡山延暦寺を焼き討ちにし、大阪の石山本願寺とは10年にわたって戦い続けます。神仏をも恐れぬその苛烈さは古い権威の時代の終わりを告げていました。1575年、長篠最強と謳われた武田の騎馬軍団に対し、信長は3000丁とも言われる鉄砲と三重の馬帽子絡みを用意しました。銃を絶え間なく撃ち続けたとも伝えられ、武田の名だたる武将が次々と倒れていきます。この武勇の時代は終わり、組織と技術が戦を決める新しい時代が始まったのです。1579年、信長は琵琶湖のほとりに安土城を築きます。天高くそびえる天守は金と朱に輝き、その内部は絢爛たる絵で飾られていました。それは城であると同時に信長の権力と美意識を天下に示す壮大な舞台装置でした。城下では自由な商いを認め、南蛮の文化も取り入れます。天下統一はもう目前に迫っていました。2度目の振り返りです。信長は戦だけでなく仕組みで勝ちました。楽一楽座が経済を活性化させ、その富が鉄砲を揃え、長篠の勝利を生みます。そして安土城は力を目に見える形で示す壮大な見せ方の戦略でした。強さとは腕力ではなく仕組みと見せ方である。400年以上前に信長はそれを証明していたのです。信長の下には才能さえあれば身分を問わず多くの家臣が集まりました。農民から成り上がった羽柴秀吉、忍耐の人、徳川家康、そして
教養高く知略に長けた明智光秀、信長は彼らを各地の戦線に投入し、天下統一を加速させます。しかし、その厚い信頼が思わぬ結末を招くことになります。1582年6月、中国地方の毛利攻めを支援するため、信長はわずかな京を連れ、京の本能寺に泊まっていました。そこへ、家臣、明智光秀の大軍が押し寄せます。敵は本能寺にあり、なぜ光秀が裏切ったのか、その理由は今も謎のままです。是非に及ばず、と言い残し、信長は燃え盛る炎の中に消えました。天下統一を目前にした49年の生涯でした。それでは総括です。信長の生涯から現代を生きる私たちは何を学べるでしょうか。第一に、常識を疑うこと、周囲の評価に縛られず、自分の頭で考える。第二に、戦い方を選ぶこと、正面からぶつからず、勝てる場所と仕組みで勝負する。第三に、人を生かすこと、身分や肩書きではなく、才能で人を用いる。そして最後に、本能寺の教訓です。どれほど成功しても、足元にいる人の心を軽んじたとき、すべては一夜にして崩れる。仕事でも、学校でも、家庭でも、同じではないでしょうか。古きを訪ねて、新しきを知る。温故知新。歴史は、今を生きる私たちのための最高の教科書です。このチャンネルでは、偉人たちの生涯を学びに変えてお届けしていきます。次回は、信長の革新を受け継いで天下人へと駆け上がった男、豊臣秀吉、その人たらしの生涯から何を学べるでしょうか。お楽しみに。